ウィルメッシュ、今ちょっといいか？クロード君。話があるんだ。うん。俺も君と話したいと思ってた。ああ、食べ過ぎたな。美味しかったものね。パンケーキもコーヒーも。お前の国のメープルシロップもな。クロード君の話を先に聞いてもいい？うん。俺さ、お前のことを責めるばかりで、お前が考えてることとか、本当は何がしたいのかとか聞こうとしなかった。君が怒るのは当然だ。君が何よりも大切にしていた黒御様のことを欺くような真似をしたんだから。それはお前にも守りたいものがあるからだよな。そうだよ。だよな。みんな同じだ。ロードと国が一番大事。俺本当はとっくに分かってたんだ。お前は正体を隠してただけで、黒御や黒御王国を思う気持ちは本物だったって。違うか？うん、違わない。だよな。なあ、お前って隠し事は得意でも嘘をつくのはそんなに得意じゃないだろ。え、お前がもっと狡猾なやつだったら逆に俺は騙されなかったと思う。信用できねえやつはわかる。お前が真摯なやつだから俺は見破れなかったんだ。お前はただ喋らないだけで嘘はついてなかった。クロード君。つまりだ、俺がずっとモヤモヤしてたのはそれなんだよ。喋れよ。あ、うん。最初から言ってくれたらよかったんだ。お前とシエロモートがやろうとしてることとか、黒御と王国のためをちゃんと思ってることとか、お前が背負っちまった役割のこととか言ってくれたら俺だって一緒に考えた。あ、俺たちずっと二人で何とかしようとしてきたから。なんてな。今だからこんな風に言えるけど、お前が最初から打ち明けてくれたところで俺も黒御もはいじゃあ同盟に入りますなんて言わなかったと思う。それが分かってたからあんな方法を取ったんだろ。俺はやらなくちゃならないと思ったことをただ実行してただけで。そうだよな。やっぱりお前ってそんなに器用じゃないんだ。そういう君だって同じじゃない。そうだよ。だから俺はお前を尊敬してたんだ。めちゃくちゃ器用でも口がうまくて容量がいいとかでもないのに本物の騎士ですげえなって。で同じくらいお前に信頼してほしかったんだよ。ってなんか俺恥ずかしいこと言ってんな。ごめん、なんだかいろいろ言わせて。いや余計情けなくなるから謝らないでくれ。でも俺はこんな風に一度吐き出さないと前に進めないみたいだって気づいたから。かっこ悪くても言いたかった。かっこ悪くなんてないよ。君のそういうまっすぐさを黒御様は信じたんじゃないかな。黒御か。
どうしてんのかな今。報告もさ、いろいろ整えてきたつもりだったけど、元の状態に戻っちまってたり。そのことなんだけど、お俺近いうちに黒実王国に行こうと思ってる。え？君の代わりになんて言ったらおこがましいけど、黒実様や王国が無事か見てくる。それから黒実様に話す。俺の本当のことを。直接会って話すのか？それが礼儀だと思うから。黒実様は俺がクロード君と一緒に国を出たのはクロード君を見守るためだと思ってる。俺がそう言ったから嘘をついたと正直に話してくる。そんな言い方するなよ。全部が嘘ってわけじゃねえじゃん。クロード君にかかると俺は嘘をつけなくなる。嘘じゃなかったことに君がしてしまうから。確かに。でもさ、そんな話を直接黒実にしたらどれだけ暴れるかわかんないぞ、あいつ。俺はもう一度君に信頼してもらいたい。ウィルメッシュ。クロード君がどんなに優しく解釈してくれたとしても、俺は真実を隠して人を騙してた。もう君の大切な人を騙すのはやめる。やっぱりお前は本当の騎士なんだな。勇敢で強い。俺も君の言う通りの俺でありたいと思う。だから黒実様に会ってくる。わかった。こっちに戻ってきたら黒実の反応を教えてくれよな。うん。じゃあ俺部屋に戻るな。呼び出して悪かった。それじゃ。うん。それじゃ。ロードと国が一番大事。クロード君、俺にはもう一つとても大切なものがあるんだ。見ていて時折心配になる存在が。どうぞ。悪い、遅い時間に。ううん、気にしないで。昼間のパンケーキパーティー楽しかったね。僕すっかり食べ過ぎちゃって夕食が入らなかったよ。俺も似たようなもんかもしれねそうだ、聞きそびれてた。王国の街並みはどうだった？え。平和で美しくていい国だった。これだけ大きな国で人も多いのに小競り合いもない。みんな幸せそうで助け合って暮らしてて。気に入ってもらえたようで嬉しいよ。シエラモート、お前の許可をもらおうと思ってきた。黒実に手紙を出したい。電子ノートで送るような簡易的なのじゃなく手紙だ。お前の立場上よくわからない文章を見過ごすわけにはいかないだろう。だから念のため伝えておこうと思って。なるほど、教えてくれてありがとう。もちろん許可するよ。ロードを思うのは当然のことだもの。よかった、ありがとう。だけどその前に一つだけいい？なんだ？今朝庭で赤い花を見ていたよね。ずいぶん熱心に眺めているようだった。
あのお花が好きなの？あれか。あの花、俺の育った家の庭に咲いてたんだ。しばらく見てなかったから、ちょっと懐かしくて。ふん。ところで、あれは赤の大陸のマイメロディー王国にしか咲かないお花だって知ってる？え？ここの庭園は特別な手入れをしていてね。他の大陸の花もここでなら元気に花を咲かせる。王国の人たちに見せてあげると珍しいと喜んでくれるよ。でも君は懐かしいと言うんだね。それはお前のことだ。もう知ってるんだろ。でも暴きたいわけじゃない。できたら君の口から聞きたいな。そうだな。俺ももう言わずに隠れてるのはやめだ。ミルメッシュ、俺も正直にぶつかるぞ。お前が察してる通り、俺はマイメロディー王国の出身だ。ロード、メロディーのフラガリア、赤の大陸最強の騎士と呼ばれてるメロルドの弟だ。どうして国を出たの？騎士になりたかったから。フラガリアのいない国を探してたってこと？だから青の大陸まで来て黒ミ王国に？いや、とにかく自分の世界から離れたくて、兄貴のいない世界に行きたくて、いろんな国を見て回ってた。黒ミ王国にたどり着いたのは偶然だ。フラガリアになりに来たわけじゃない。お兄さんのいない世界に何があると思ってたの？お前ズバッと聞くな。俺さ、ガキの頃からずっと兄貴の背中を追ってたんだ。昔は純粋に憧れてたよ。俺の兄貴ってなんてすごいんだろうって。何でも器用にこなして涼しい顔してる。愛想のない俺とは違って周りを笑顔にするのもうまくてさ。そんな兄貴がフラガリアになってあんなに誇らしいことはなかった。俺も兄貴みたいになるんだって騎士学校に行った。でも初めから何一つ噛み合っちゃいなかったんだ。俺が騎士になろうとすることも強くなろうとすることも兄貴から見たら関心一つ持てないちっぽけなことで、それを思い知らされた時、俺は全部投げ捨てたくなって、こんな場所にはもういられないと思って。逃げ出した？ああ、その通りだ。俺は逃げてきた。きっとどこかに俺の道があるんじゃないかと思ったんだ。兄貴のいない世界になら俺だけの道が。続けて。もっと君の言葉で聞きたい。僕は知りたいんだ。君が己に求めるものは何か。君の騎士の覚悟とは何かを。ここからはほとんどウィルメッシュが知ってると思うぜ。黒ミ王国をうろついてたらミュンナに引っ張り込まれて騎士試験を受けることになった。そして見習いになった。黒ミは負けたくない誰かを持ってるやつだった。そのために一人ずっと頑張ってきたことを知って、俺はあいつにふさわしい騎士になりたいと思った。自分と似てるから？初めはそうだったと思う。単なる仲間意識だった。俺と同じだなってさ。でも黒ミってすげえんだ。
負けたくないって気持ちをいつだって正直に出して、自分に素直に振る舞うことに全然ためらいがなくて、困ったやつだけど俺よりずっとかっこいいんだよ。俺はあいつに誇ってもらえるような騎士になりたい。それが今の俺の目標だ。ありがとう、聞かせてくれて。あどうしたの？俺兄貴の話誰にもしたことなかったんだ。改めて口に出すとすげえガキの思考だなと思ってさ。そんなことないよ。兄弟って素敵だなって聞いていて思った。ねえ、一応聞いておくんだけど、クロード君、誇ってもらえる騎士になりたいっていう話、黒見様にはもう伝えたんだよね。いや、それがまだ。クロード君、なんだよその顔。こういう話って言うタイミングとか場所とかいろいろ難しいだろ。場所？ほっといてくれよ。ここでの修行を終えて国に戻ったらちゃんと言うから。ぜひそうしてあげて。さあ、部屋に戻って手紙を書いて。これ以上君の言葉を僕が受け取ってしまっては黒見様に申し訳ない。そうする。サンキュー。黒み、俺は手書きって難しいな。っていうか俺電子ノートばっか使ってて字忘れてるな。黒見え、元気にしてるか？好き嫌いとかしてないか？俺は毎日新しいことを覚えるのに必死だけど、いつか黒見王国で役立てるためだと思えば頑張れる。シナモロール王国は穏やかで静かだ。でも俺には少しだけ物足りない。これは独り言な。とりあえずお前に振り回されて城のみんなが疲れてないか心配だ。それにお前が一人で無理してないかどうかも。あれ、なんか書きすぎてねえか？直すか？いや、でも本音ではあるし。あんなに悩んでたのが嘘みたいだな。書きたいことだらけだ。ビリメッシュ。クロード君、おはよおはよう。さ、頼みたいことがあるんだ。う。俺に？何？これ。手紙？黒見様への。ああ、王国に行ったら黒見に渡してくれないか？こんな大事なものを俺に預けるの？お前にだから預けるんだ。分かった。必ず黒見様にお渡しするよ。なんか不思議だな、手紙って。昨べ書いたのにまだ本人に届いてないって。メッセージだったら書いて送って一瞬だろ。どうして手紙を書こうと思ったのか聞いてもいい？言葉以上の何かが伝わりそうな気がしてさ。ほら、パーティーの時ミュンナが招待状をくれただろ。あの一生懸命な文字を見て、人が書いた字ってあんなにたくさんのことを伝えるんだなって驚いたんだ。言葉以上のものを黒見様に届けたいの？
当分そばにいてやれないから。お互い声とか聞けない分、なんかさ。っておい、俺に恥ずかしいこと言わせようとしてるだろ。そんなことはないよ。嬉しいんだ。俺も手紙が好きだから。書くのももらうのも。へえ。それじゃ手紙は確かに預かったよ。今日の仕事を終えたらなるべく早く出発するから。その手紙のために急ぐ必要はないからな。緊急のことは書いてないし。うんうん、俺が急ぎたいだけ。クロード君、君の大切な思いを俺に預けてくれてありがとう。見る飯こそ引き受けてくれてありがとう。黒身によろしく伝えてくれ。うん。ビル、君の足音は本当に静かだね。シエロは昔からそう言うね。今晩立つよ。黒身王国へだね。気をつけて。黒身様ってね、面白いんだよ。クロード君がここへ来るとき、僕宛てに通信があったんだけど、あたいの騎士に何かあったらただじゃおかないよ。それと羨ましくなってもあげないからな。ちゃんと返すんだよ。だって、騎士思いのロードだね。その騎士には俺も入ってる。そのことを訂正してお詫びしてこなくちゃ。何度も言うけど、ウィルが背負う必要はないんだよ。僕の考えだったんだとちゃんと言ってね。俺は自分の意志で動いてる。俺のしたことの責任は俺が負うよ。ウィルはクロード君と気が合ってるみたいだね。そうかな。黒身様への手紙を預かったんじゃない？シエロに隠し事はできないね。隠してたわけじゃないけど。彼ならそうするだろうと思ったから。クロード君は一途だね。しばらく黒身様の国で一緒に騎士をしてとてもそう感じた。一途だ。僕にはウィルと少し似ているように思える。俺と？ねえ、コーヒーをどう？ちょうど入れようと思ってたところだったんだ。うん、もらうよ。できたら甘くして。ミルクも。もちろんそのつもりだよ。メープルシロップとシナモンを入れて。はい、出来上がり。ありがとう。俺とクロード君がどんな風に似てる？いずれ彼も君に話すだろうから言ってしまうね。クロード君は僕の思ってた通りメロルドの弟だった。最強の騎士の。僕たちが騎士学校に入った時、前の代に最強の騎士の弟がいたっていう話を聞いたよね。今思えばあれがクロード君だったんだ。そっか。そんな風に思い出されるのは彼にとっては不本意だろうね。いろいろ複雑な思いがあって国を出たって話してくれた。それを聞いた時、ああやっぱりって思ったよ。やっぱりウィルと似てるなって。そうかも。二人とも過去に自分の道を求めて大事な場所を飛び出した。そして今も大切なものを守りたいという
強い志を持ってる。とても似ているよ。懐かしいね、騎士学校。びっくりしたよ。ウィルが里を出て騎士学校に行くって言った時は。俺なりに考えてメル様を守るにはそれしかないと感じたから。メル様はお元気？うん、手紙を読む限りでは。でも俺のことを心配しているようだった。一度帰った方がいいかもしれないな。そうして差し上げて。同盟国の守りを固めるのは僕たちだけでも大丈夫だから。メル様はシナモン様にもよろしくと書いていたよ。シーズが現れてから以前のようには交流もできなくなっているから寂しいみたいだ。伝えるよ。本当に世界は変わってしまったね。あの時シーズに出会ってから。うん。ウィル、僕はこれから言っても仕方のないことを言うね。ん？時々怖くなるんだ。この力で本当にみんなを救えるのかな。この選択は正しいのかなって。シエロ。もしも時が戻せるならって。なんてね。ね。仕方のないことだったでしょ。もう後には戻れないんだ。わかってる。戻す気もない。シエロ。俺はシエロを支えるよ。これからもずっと一番そばで。ありがとう。この音は。大陸のどこかにシーズが現れたみたいだ。確認しに行かなくちゃ。ずいぶん減らしたはずなのになかなか消えないね。俺も行くよ。ダメだよ。ウィルには他にやることがある。クロード君に来てもらうよ。きっと彼のためにもなるから。分かった。気をつけて。ウィルも。うん。全部終わったらまたパーティーをしようね。賑やかで大きなパーティーを。そうだね。必ず。そのためにも早くみんなが安心できる世界を作らないと。そろそろ次の計画を進める時かな。